皆さん、海外旅行にはよく行きますか？旅は好きですか？飛行機から見下ろす初めての国、知らない言葉の機内放送、外に出た時の意外な気温、入国審査でパスポートを差し出す時のちょっとしたドキドキ。自分の荷物をレーンから取って、今、きっと目的地があるはずです。私が今日皆さんにお話ししたいのは、このドキドキとは全く違う気持ちで外国に降り立つ人たちのこと。私がこの2年半出会ってきた難民と呼ばれる友人たちの話です。実は難民というのはその人が持つ背景の一つでしかありません。それぞれの夢を持つ彼らはいつか平和や再建に向かう次世代の祖国の担い手なんです。情熱系の人も、シャイな人も、アカデミアも、やきもち屋さんも、そしてお父さんキャラの人もいます。それは私が友人という対等な立場で彼らと関わって分かったことでした。紛争、人権侵害、迫害、それらの理由から自分の国を逃れざるを得ない人たちがいます。その中で日本にやってくる人たちもいます。今からお話しするのは、彼らと一緒に私たちが始めた活動のこと。その前に一つ、彼らのストーリーを見てみましょう。想像してみてください。あなたの国は独裁政権で、今日も反対を唱える人たちは拘束をされ続けています。罪のない市民がたくさん殺されました。仲間が拘束されました。脅迫文が送られてきました。身の危険がついにあなたまで迫ってきているということです。命をつなぐには、この国を出るには、アメリカ、カナダ、ドイツにビザを申請しました。難民になるためのビザなんて世界中どこにもないので、一番早く取れそうな短期滞在のビザ、いわゆる観光ビザです。でも実際は、ビザがほとんど下りなかったり、取得するのに何ヶ月もかかることがほとんど。唯一ビザが取れたのは、一か八かで申請したジャパンでした。ジャパンか、車とアニメくらいしか知らないし、だいたい英語話せるのかな？小学校の時に習った広島と長崎のことしか知りません。でも、経済もテクノロジーも発展している平和な国日本なら、もしかしたらしばらくの間、命をつなぐ取っかかりになるかもしれない。唯一のチャンスでした。あなたは国を出ることに決めました。そうして降り立った成田空港、あまりの寒さに身震いをしました。日本には国連の難民キャンプも政府の難民シェルターもありません。物価がわからず一泊1万円で泊まっていたホテル、手持ちのお金がなくなっていくスピードに驚き、もっと安いゲストハウスに移動をしました。難民支援の団体に教えてもらって難民認定申請をしました。結果まで3年くらいかかるという驚くべき事実をそこで知ります。3年もかかるの？それまでどうしたらいいんだろう。これが品川にある入国管理局。申請のための長い列に並びました。住むところもない、友達もいない、ここから6ヶ月は仕事をする許可さえありません。第二の人生が始まりました。しばらくして食べ物を提供してくれる団体や日本語を教えてくれるボランティアの教室の存在を知りました。でもそれ以外は何もやることがありません。寒さをしのぎに24時間やっている夜中のマクドナルドに入ったら Wi-Fi がつながりました。あなたにとって持ってきたスマートフォンだけが唯一家族と連絡をする手段です。目に飛び込んでくるのは痛々しい写真やニュース。銃を持った軍人、抗議する市民のデモ、折り重なった死体、隣国に逃れる人たちの疲れた顔。この間まではあなたはその中で平和を願う仲間たちと一緒に声を上げていました。でも今は遠く離れた安全な場所からただ画面を見つめています。これでいいのだろうか？僕は今ここで何をやっているんだろう？大事な友人たちが語ってくれる
日本に来たばかりの頃の物語です。難民というのはその人の背景の一つでしかありません。そしてその人がたまたま置かれた環境の一つでしかありません。ものすごい奇跡とすごく大きな努力、それが積み重なって日本に逃れてきた人たちがいます。彼らはこう言います。爆弾は落ちてこないよ。でも今日も人間として生きた心地がしないんだ。そしてこうも言います。僕はきっともっと何かできるはずなんだ。私もそう思います。だから私は難民の若者たちの仕事を作る仕事をしています。静岡県富士市にある私の実家は NPO でした。学校に行かない子どもたちとか、家庭に居場所がない若者たちの学校でもない家庭でもない第三の居場所づくりをしています。普段は出会わない同世代や弟妹世代の子たちと共に過ごしました。3日間家から避難する。そう言ってきた女の子がその後6ヶ月住んでいたこともありました。しかも私の部屋にです。朝自転車で2人乗りをして高校に行くこともありました。今彼女はママになっていて、私の一生の大親友です。そんな子たちと話すのが私はとっても楽しかった。マイノリティ、大多数ではない側、その中にあるユニークさを知りました。大学時代、バングラデシュの先住民族の地域で2年間過ごしました。ここはミャンマーとの国境沿い、見えない紛争地です。そこで現地の若者たちと奨学金の仕組みを作ったり、NGO で豚を育てて村の中でお金と知識を回すプロジェクトに参加したり、国連開発計画の平和構築プログラムにおいて村の人たちからのアンケートをまとめたり、彼らの中から出てくる提案やアイデアを形にする、そんなことをしていました。気づいたら現地の文字のない先住民族語がペラペラになっていました。でもここは村が焼かれても、女の子が性的暴力にあっても、戒厳令が出されても、世界からずっと見えない取り残された地域でした。声なき声が地球の表側に届く世界、そんなことを思い描き始めたのはこの頃です。日本に帰ってきて、ずっと自分で解けなかった問い、国家が守れない国民は、この地球でどうやって生きることができるんだろう。これを探すための鍵、人間の安全保障という考え方に出会って大学院へ進みます。入学間近の春休み、学生起業家が集うあるセミナーに参加しました。そこで提案した日本の地域が難民を受け入れるアイデア、これへの反応がすごく冷たかったのを覚えています。日本にテロが起きたらどうするの？犯罪予備軍じゃないと言える？もしかしたらイメージからこんな気持ちが皆さんの中にも少しあるかもしれません。でも実際は違ったんです。最初に話した通り、彼らはユニークで明るくて聡明で素敵な人たちでした。彼らの持つ夢は壮大で面白くて、そしてワクワクします。女の子たちが教育を受けられるような社会にしたい。母国の貧しい学生たちが安心して学校に行けるような奨学金を作ってみたい。コーヒーの産業を通して日本と自分の村をつないでいきたい。日本で前に進もうとしている人たちがいます。でも、彼らの前には大きな大きな壁がありました。難民として認定されるまで、ひたすらそれを待ち続けるという日々は、社会的にも経済的にも法的にもとても不安定です。いつ難民認定されるかわからない。いつ就労許可が剥奪されるかもわからない。不安定なビザではちゃんとした仕事に就くことも難しい。かといって国に帰ることはできない。日本で去年、難民認定された人数は何人だと思いますか？残念ながら20人でした。ちなみに日本で去年難民認定申請をした人の数は 19,628 人でした。難民認定率は G7 諸国でぶっちぎりの最下位です。
でも一方で日本は海外の難民支援や国際協力には多額の支援をしています。でも日本では残念ながら難民認定はほとんどおりません。命をつないできた日本で次の一歩を踏み出すことも難しい状態にいる人たち。失望、怒り、諦め、悲しみ、そして絶望。この難しい状況の中、もしあなただったらどうしますか？もしかしたら誰かを責めたくなるかもしれません。でもきっとそうじゃない方法もあるはず。だから、批判ではなく対案を。社会の側からあっと驚くようないい方法を作り出して、いつか政府に真似してもらえるぐらいのものを作ろう。それが私たちが難民の人たちと始めた活動でした。Not talk about the refugee, but talk with refugee. 難民問題について話すんじゃなくって、難民と話そう。これが原点でした。怖いとかかわいそうというイメージ、新聞やテレビや本から抱くイメージ。けど、実際にその人たちと話してみたらどうでしょう。友人として話す彼らはいろんな世界を見せてくれます。大好きなスポーツの話、故郷の料理の話、広がる夢の話、ある日突然家の前が爆破された日の話。私たちには知り得ない世界を教えてくれる存在でもあります。今、こんな空間が広がりつつあります。3つあるんですけど、主な事業というか大事だと思っていること。トークウィズとリブウィズとワークウィズ。だから難民について話すんじゃなくて、難民の人たちと話そうってとこから始まったLG サロンで、本当に今何が起こっているのかっていうことを彼らから学ぶっていう場を毎月設け続けています。トークウィズ、共に話す。ベルジーサロンは難民の人たちと日本の人たちが交流し対話する場所です。2年前、難民問題に興味がある人にどこに行ったら出会えるのか、そもそも難民の人たちにどうやって出会えるのかわからなかったとき、難民当事者でもある友人と始めてみたのがこれでした。それから月に1回開催をしていますが、ここは支援の場所ではありません。多様な友人に出会う場です。これまで中学生からシニア層まで1000人以上、26カ国以上の人が参加をしてきました。印象に残っているエピソードを一つ。大学で難民問題を勉強する女子大生が初めてこのサロンに参加した後、私にこう言いました。さやかさん、難民って笑うんですね。ここにいる皆さんならもう分かってくださってるかもしれません。難民だって笑うし、泣くし、ジョークも言うし、拗ねるし、怒る時だってあります。人です。当たり前のことです。その女の子は今、スタッフとしてこの対話の場を作り出す中心にいてくれています。Live with、共に暮らす。ここは私たちがたくさんの支援者さんと一緒に購入したシェアハウスの縁側です。一時避難の場所だけではなく、長期的な暮らすと働くにつながるような、ただいまと言えるようなハウスに。ここに日本のハウスマネージャーとアフリカから来たハウスマネージャーが、ご近所さんとの草刈りの時間を共有したり、ゴミ出しの時の挨拶を交わしながら、一緒に少しずつ交流の輪を広げています。このコンセプトを作りたいというところから始まり、一級建築士、不動産屋さん、会社員、難民当事者、ご近所さん、外国人とかに日本人とかいう垣根を越えて、毎週末の DIY を経て、この場所がついに夏にオープンしました。実は私もこのようなシェアハウスに暮らしていますが、とっても賑やかです。ゴスペルやレゲエの賛美歌が朝起きると聞こえてくる日もあったりします。さて、ワークウィズ、共に働く。彼らの中にある意欲、経験、能力を発掘し、職業や企業につなげていくという試みです。去年、2人のプログラマーと今年1人のエンジニアが自分の大好きを生かして働き始めました。
西アジア出身のそのプログラマーは社長さんととても相性が良くって、余暇の時間や仕事の時間に一緒に過ごしている写真がたまに届きます。彼はすぐにその後アプリケーションを作ってしまって、裏にある不思議なコードを私に見せてくれたんですが、私はプログラミングはさっぱりなので、わあすごいねと言ったものの、実は何も分かってなかったのは彼には内緒です。このように難民として働くではなくて、自分として働く場を作っています。人を難民としてくくるのは、日本人としてくくるぐらい、いやもしかしたら人間としてくくるぐらい雑なことなのかもしれません。難民の中には20代もいれば50代もいれば、女性もいるし男性もいるし、プログラマーも牧師さんも料理人も人権活動家までいます。だから難民という言葉自体を覆したい。逆境を乗り越えてきた彼らは抜群の人間力と想像力と優しさを兼ね備えています。難民、実はそれは社会課題ではなくて、社会の課題を解決に導くチェンジメーカーたちでした。私たちはそもそも支援しますというスタンスではないので、I like your idea. 君たちめっちゃいいアイデアだね、それ。そう言って、こちらに来てくれる人たちもいます。何かが合致したとき、それが一緒に前に進みます。私の仕事は彼らの夢の後押しをすること。民主主義が自分の国に戻ってくること。児童労働のない産業構造に変えること。若者が自分の意見を言えるような社会になること。国を越えた経済圏を作り出すことで、これまで届かなかった場所にサービスが届くようになること。私一人では叶えられないたくさんの夢を担っているのが彼らなんです。難民という背景を超えて、一人の人間として思いっきり自分を表現できる、思いっきり自分を生きられる、そんな社会に。受け入れてあげようではなくて、共に生きようという姿勢は、彼らの希望の光を灯し、あなたの可能性をも広げてくれるかもしれません。こんなカラフルな彼らに会いに来ませんか？人を信じ、人が持つ可能性を信じられるように。人の可能性を潰すのも人なら、灯すのも人です。私はその希望を灯し続けたい。